つけていきます。だいたいこの量で焼いたこの鶏肉の焦げ感っていうのを液体に移してブクブクなってとろっと照り。めっちゃいいなこの照り、光ってるな。この照りがやばい。されども皆さんいかがお過ごしですか。今回はですね、久しぶりに白金台のサーパスです。今回作っていくのはズバリ照り焼きチキンです。作り方としてはね、そんなに難しくはないと思うんですよ。鶏肉を焼いてその漬けだれをね絡めていくという工程ですよね。ちょっとねワンランク格上げさせたようなレシピを紹介できたらと思います。じゃあ、早速材料の方を紹介していきます。使っていくのは鶏もも肉、あと調味料の方が、みりんと白ワイン、これ普通の日本酒でもいいです。あと醤油、砂糖ですね、とにんにく生姜。鶏肉は気になる脂、太そうな筋見つけたら切り外しておいて、この後ね漬け込んでいくんですよ、漬けだれに。なんで油とかもね比較的美味しくはなると思うんで、外しすぎなくても大丈夫です。刃をね少しだけ差し込んでおいて焼き縮みを防ぎます。で切り揃えて高さ均一にするっていうやり方っていうのはもちろんあるんですけど、やっぱ均一にすると焼き色もつきやすいし、火の通りもね均一になってメリットもあるんですけど、その分全体がこう低くなるんで、そうすると肉のね、水分が蒸発しやすかったりとかちょっと細かいところがあるんで、そんなにねこれはこだわらなくて大丈夫です。そんなお話です。で、この後は下味の塩します。はい、で、液体ですね。調味料は全部合わせます。すりおろしたニンニク、チューブのものでもね大丈夫ですから。だいたい生姜もニンニクも 5g ぐらいですかね、グラムで言うと。この液体を沸かしてですね、それを、一旦冷ましてからそこに鶏肉を漬け込んでいく感じですね。そうすることでこう全体的にね味が馴染みやすいっていうのもあるんで、やっぱこうアルコール感とかちょっと飛ばしたいじゃないですか。それでこう沸かすんですよね。なのでその工程がちょっと手間な場合はもちろん調味料合わせた段階で漬け込んでもいいんですけど、僕は個人的にはねアルコール1回飛ばしてニンニクだったり生姜ですね、これに少し火を入れた状態で鶏を漬け込みたいっていうのがあります。ちょっとだけですね、ごま油でこれを冷まします。氷ボウルとかに当てて冷ませばいいんですけども、冷ますね機械あるんでその中に入れちゃいます。で鶏肉は塩をしたんで少しだけ、表面にね水分出てるんで、これを十分に拭き取ってですね、両面ですね、この中に漬けていきます。だいたいこの量で鶏肉2枚ぐらいは漬け込めるんじゃないかなって思いますね。これでだいたい15分ぐらいは漬け込んでおきたいですね、最低でも。だいたいこれで1時間ぐらいは漬け込んだんですけど、本当15分とかでもね全然大丈夫です。で鶏肉を液体から一回外してね、これも水分をねきちっと拭っておきます。焼きに入るときはねしっかりと拭っておかないと焼き色がつかなかったりすごいまばらになったりとしますから。で、この後ですね片栗粉少しまぶしておきます。これでタレがね絡まりやすいのと、あと焼いた時にこうちょっとね保水性高まりますから。皮の方はね片栗粉つけちゃうとね、焼いた時に片栗粉がこう邪魔するというか、しっかりとね皮の方は臭みを抜いた焼き方をしたいんで、イメージですね、気持ちの問題かもしれないですけど僕はつけないです。はい、じゃあ焼いていきます。オイルはねほんと少しにします。多いとねちょっと跳ねちゃうんで、強火にしていって皮がしっかりと広がってることを確認してください。そうしないと焼いた時にちょっと縮んじゃうんで。僕の動画でね鶏肉の焼き方動画っていうのもあるんで、もしよかったらそれも見てもらえたらと。少し移動させたりして焼き色をねしっかりつきやすくします。でここのフライパンの取り替えりとか使ってちょっとね焦がし気味に焼いていきます。この焼いてる油、これちょっとね多めになってきたんで、多くなってきたんで、これ一回外しちゃいますね。ですね、だいぶいい感じにカリッと焼けてきました。はい、これぐらいになったらこっち側も少しだけ焼きます。でこの合わせ調味料ですね、漬け込んだ漬けだれです。
少しだけ沸かして煮絡めたら、あんまり身の方をね火入れすぎちゃうと余計に水分逃げてね硬くなっちゃうんで、基本僕のやり方なんですけど皮目が下ですね。焼いたこの鶏肉の焦げ感っていうのを液体に移したいっていう気持ちがあります。気持ちです。ちょっとね、ここで気持ち身の方に火を入れてあげたいんで、これぐらいになったらですね、鶏だけ抽出します。で十分照りも出てるんですけど、ここでほんのバター1かけと黒胡椒ですね。焦げないようにね、弱火とかにしてください。どうですかね、こんな感じですね。ぷくぷくなってとろっと照りが出てきましたね。だいぶ照り照りです。照り照り、まあいいか。で味見たいんですけど、熱いうちにね味見るとちょっとやけどしちゃうんで、粗熱取ってで、このタレですね、皮目にしっかりと塗ります。いい感じのこの粘り、あんみつみたい、みたらしみたい。それでこれオーブンで、火入れていくんですけど、火入れていくとか表面をねこう焼いていくようなイメージですね。でオーブン200度なんですけど、家庭用の、レンジオーブンとかだったら、ちょっとねもしかしたらこれより威力弱いかもしれないんで、210度とか220度ぐらいで様子見てみてください。オーブンの中でね乾いて、この蜜が皮に吸着してその層になっていくような、そんな感じですね。端っこカットしたい。いいっすね。めっちゃいいな、この照り。光ってるな。伝わるかな、この良さ。よし、盛り付けます。この照りがやばい。なんか飴玉みたい、表面が。いや、これはめちゃくちゃうまい。この身のしっとりさとの表面のこのね食感のコントラストっていうかね、味のこう違いがねすごくいいですね。注意しなきゃいけないのは、多分鶏肉が1枚じゃ足りないっていうのと、必ずご飯を用意した方がいいってところですね。これはやばいな、本当に。もうまさに照り焼きの照りが最大限に出てる。照り照り焼きぐらいかもしれない。柚子の皮とかもちょっとすったらもうやばい、本当にやばい。はい、というわけで、照り焼きチキンでした。いかがでしたか？鶏の皮のねちょっと焼き加減ですね、これくらい攻めてもいいのかなっていうのをねちょっと意図的に焦がし気味にすると、その焦げ感、香ばしい香りっていうのを漬けだれに移して、でそれをさらに煮絡めてつけてオーブンで乾燥させていくっていうね、そういったやり方です。そうするとね、皮目のこの照りっていうのがね分厚い層になって、すごく満足感のある照り焼きになると思うんで、よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。お願いします。右側、生ウニを添えてある方がコンソメのジュレをご用意してます。もしよろしければ、じゃあ、わら焼きにした、マダツでございます。